もし何かのハラスメントが起きたときにどう対応するか、弁護士が講師となりセミナーが開かれました。ハラスメントが社会問題になっていることから、県が8年前から毎年開いていて、企業や医療機関、行政などからおよそ170人が参加しました。今日の主なテーマは、客や利用者から不当な要求を受けるカスタマーハラスメント、いわゆるカスハラです。労働問題に詳しい田中康之弁護士が講師となり、カスハラにも時間拘束型や暴言、暴力型などいくつかにパターンに分かれていること、それぞれの場合どう対応するのが最適かを説明しました。今のところはないですね。はい、ただ今後のためにはやはり勉強しておかないと、いざあった時の対応というのはやっぱ難しいと。付きまとうケース、もう毎日毎日、例えば会社の窓口に来て要求を続けたりとか、基本的にはそのまま全部分かりましたって言って応じてしまうと、向こうの思うつぼになってしまいますので、毅然とした態度で対応した上で、冷静に今言ったようなところでアドバイスを受けて対応するということになると思います。気になるニュースを詳しくお伝えする記者の深掘り。今日の取材は新岡さんです。はい、先ほどの VTR ではカスハラについてお伝えしましたが、ここではパワーハラスメント、パワハラについて見ていきます。はい、今年度、県の相談センターに寄せられたハラスメントの相談件数は先月末の時点で122件です。このうち91件、およそ 75% がパワハラに関する相談です。県の担当者によりますと、人格を否定するようなことを言われたり、長時間にわたって厳しく怒られたりするなど、精神的な攻撃が多くを占めるそうです。パワハラを防ぐために企業でも対策が進められています。2020年にいわゆるパワハラ防止法が施行されました。会社の中に相談窓口の設置を義務付けるほか、相談した人に対する不利益な取り扱いの禁止、例えば人事評価を不当に下げたり、左遷させることなどが禁止されています。で、当初は大企業のみだったんですが、去年4月から中小企業も対象になりました。刑事罰はないんですが、これらを守っていないと労働局から勧告が入る場合があります。勧告に従わないと企業名が公表されるということになっております。今やこういったハラスメントを防ぐのはもう会社としての義務になってきているということですよね。そうなんです。ただその一方でですね、何がパワハラに該当していて、何がパワハラに該当しないのかのその線引きというのがなかなか難しいなと思っている方もいるんじゃないでしょうか。そもそもパワハラとは何なのか、こんな主張を聞いたことはありませんか？私がパワハラだと感じたからパワハラだ。あります、ありますですよね。つまりパワハラになるかどうかは受け取った人次第という考え方なんですね。果たしてこの主張は認められるのかどうなのか、こちらです。必ずしもパワハラに認定されるとは限らないそうなんです。そうなんですか。例えば工事現場でですね、危ないから気をつけろと大声で怒られたとします。この場合、当然注意することは安全上必要ですし、大声を出さないと聞こえないとなれば、これはパワハラには該当しません。ではパワハラのそもそもですね、法律上の定義はどうなっているのか、こちら。優越的な関係を背景としているもの、上司と部下とかですね、業務上必要で相当な範囲を超えたもの、でそれによって労働者の就労環境が害されるもの、このすべてを満たすとパワハラに該当するということなんです。一つではなく3つすべて。3つすべてです。だとしても特に2番目、私は特に曖昧だなって思いますけどね。結局じゃあ何なのかというところが微妙で、明文化はされてるんですが、県の担当者も非常にこれは抽象的だということを話しておりました。
結局はケースバイケースということで、パワハラに悩んでいる人の相談も受け付けていますし、また上司の部下に対する指導方法に悩んでいる、そういった相談も受け付けているということです。ここまで記者の深掘りでした。